はい。では、今日の質問です。聖書の言っていることが正しいとなぜ言えるのですか？これは非常に挑戦的なメッセージですね。いろんな答え方があると思いますけれども、私なりに一つの答え方を提案したいと思います。いつものように3つ申し上げます。第1番目のステップは、聖書の中の特に新約聖書の特に福音書という本が4つありますから、その福音書を読んでください。しかし読むときに聖書として読む必要はありません。歴史書として読んでください。まだクリスチャンでない方に、これは聖書だから全部正しいんだって言っても戸惑うと思います。ですから、福音書を歴史書として読む。これが第一のステップです。というのは、福音書っていうのは目撃者情報なんです。一番最後に書かれたのがヨハネの福音書でありましょうけれども、学者たちはこれは紀元85年から95年ぐらいの間にはもう完成していたというんです。ということは、4つの福音書はすべてイエス・キリストを拒否する人たちがまだ多く存在していた時代に書かれてるんです。ですから、いい加減なことを書いたら必ず批判される中で、弟子たちは目撃者情報としてこれを書いている。だから、歴史書として読むということ。まずこれが第一のステップです。二つ目。その歴史書の中に描かれているイエスという人物と対決してください。あるいは対峙してください。しっかりとイエスという方と向き合ってください。そしてイエスという方が行った技と教えについて黙想してください。そして最後に、あなたはイエスを誰だというかというこの質問に答えてください。そこまで突き詰めてイエスと対決することなんか自分にはできないとおっしゃると、私はちょっとがっかりするんです。というのは、聖書の言っていることがなぜ正しいと言えるかというこういう究極的な質問をする方は、徹底的にイエスと対決する力のある方だと思います。ですから、徹底的にイエスと対決してください。弟子たちはイエスと対面し、イエスと対峙して、この方こそキリストである、救い主である、メシアであると信じたんです。願わくは皆さんも歴史書としての福音書を読み、そこに描かれているイエスと出会って、この方が神の子でないならば何を一体信じればいいのかというような信仰に導かれるように私は祈り願っております。そして3番目に、そのように信頼したメシアであるイエスが聖書をどう見ておられたかということを学んでください。イエスは聖書に誤りはないと言われたんです。旧約聖書に関しては一点一角に至るまで滅びることはないと言われたんです。新約聖書はまだ書かれていませんでした。だからこれから書かれる新約聖書に関しては、聖霊という方が来てくださって弟子たちを真理に導くと約束してくださったんです。ですからイエス・キリストを起点に考えると、旧約聖書も新約聖書も共に誤りのない書であるということが確立されます。イエスは聖書の真実性を保証されたんだ。だから聖書は信頼できるんだ。こういう論理展開になりますね。ありがとうございました。また次の Q&A でお目にかかりましょう。